揚げ出し餅を作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで皆さん新年明けましておめでとうございます。今年も皆さんのお役に立つような美味しいレシピをたくさんご紹介していきたいと思います。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。はい、ということで今年1回目のレシピは切り餅で簡単に作れる揚げ出し餅を作りたいと思います。今日はね、元旦なので皆さんね、お雑煮など食べてると思うんですけれども、今回はですね、切り餅を揚げ出し豆腐風に仕上げた揚げ出し餅として楽しんでいただけるレシピをご紹介します。材料はとてもシンプルで作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに和風の揚げ出し餅の材料からご紹介します。材料はこちらです。切り餅、お水、醤油、みりん、調理酒、顆粒の和風だし、そしてトッピングに大根おろし、小ネギ、おろし生姜、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。和風のね、調味料はこんな感じです。ベーシックなね、和風の味わいになるんですけれども、作るのがちょっと面倒だなっていう場合は、めんつゆを使っていただいて大丈夫です。その場合は味の濃さはお好みで調整して作ってみてください。それでは続いて中華風の揚げ出し餅の材料をご紹介します。材料はこちらです。切り餅、お水、鶏ガラスープの素、オイスターソース、おろし生姜、白髪ネギ、糸唐辛子、そして揚げる時にこちらも同様に揚げ油を使用していきます。はい、ということでね、中華風はこんな感じの調味料と材料で作っていきます。それでは早速こちらの材料で作っていきます。ではまずはじめに和風のだし汁から作っていきます。小鍋にお水、そして顆粒の和風だし、みりん、調理酒、そしてお醤油を入れます。これで火にかけます。そして沸騰するまで中火で加熱していきましょう。はい、沸騰しました。沸騰したら火を止めます。はい、これで和風のだし汁は OK です。続いて中華風のだし汁を作っていきます。まずお水を入れます。そして鶏ガラスープの素と、あとはオイスターソースを入れます。で、軽く混ぜます。火にかけましょう。そしてこのまま沸騰するまで中火で加熱してください。はい、沸騰しました。沸騰したら火を止めます。中華風のだし汁はこれで OK です。それではお餅を油で揚げていきます。まずフライパンの底から1センチから2センチほどの油を注ぎます。そして火にかけます。で、今回は160度から170度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。はい、適温になったので揚げていきます。で、目安としては菜箸を入れた時にゆっくり菜箸の先端から細かい泡が出てくるくらいですね。そのぐらいになったら OK です。で、そしたらですね、こちら切り餅を丸ごと入れていきます。で、この時ね、ちっちゃくしていただいても大丈夫ですし、あとはね、注意していただきたいのが、こういったね、袋に梱包されている切り餅の場合はお餅が少し濡れてる場合があるので、その場合はキッチンペーパーで水分をしっかり拭き取ってから揚げるようにしてください。ではこの中にやけどしないようにね、お餅を入れていきます。でね、お餅はね、たまに油がね跳ねる時があるので、やけどにはね十分に気をつけて揚げるようにしてください。で、このままですね、3分から4分ほど裏返しながらね揚げていきます。はい、で今1分経ったので裏返します。よいしょ。はい、ふっくらしてきましたね。で、1分ずつねこうやって裏返していただくと綺麗に揚がると思います。でもね、本当にやけどだけにはね十分に気をつけて揚げてください。はい、で1分経ったのでまた裏返します。はい、でね、今ちょっと見ていただくとわかるかな、ちょっと中央部分がへこんでるの分かりますかね。周りがちょっともぞもぞっとしてると思うんですが、全面ねこのもぞもぞという感じになれば OK です。で、また裏返します。で、あとはね、隣同士がくっつかないようにね注意しましょう。はい、今ね4分揚げました。で、それでは火を止めて取り出します。はい、こんな感じです。このように全面がもぞもぞっとした感じになってれば OK です。では残りね、中華分の方も同じように揚げていきます。はい、こんな感じで揚げ終わりました。3分ほど油を切りたいと思います。はい、それでは
はね、盛り付けていきます。まずここにお餅を入れます。で、あとはここにだし汁をかけます。はい。そして大根おろしと、あとは青ネギをたっぷりかけます。はい、和風の揚げ出し餅はこれで完成です。続いて中華風です。中華風もこのようにお餅をのせて、で、だし汁をかけます。で、こちらも同様に大根おろし。で、あとは白髪ネギと、あとは糸唐辛子をのせます。中華風はこれで完成です。はい、これで揚げ出し餅の完成です。はい、こちらが和風の揚げ出し餅です。そしてこちらが中華風の揚げ出し餅です。とても美味しそうに仕上がりました。それでは早速いただきたいと思います。ではまず和風の方からね、いただきます。一口サイズに切りました。いただきます。外側がサクッとして中がもちもちですごく美味しいです。ではこちら中華風もいただきます。こっちの中華風は白髪ネギが合いますね。この揚げたお餅のサクサクもっちりがたまらないですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の揚げ出し餅のポイントです。今回私は切り餅ね、丸ごと揚げてるんですけれども、こちらをですね、食べやすい大きさに切ってから揚げていただいても OK です。そして揚げる時のポイントなんですけれども、今回160度から170度の温度で揚げました。で、大体目安としては3分から4分ほどを目安に、両面ね、ひっくり返しながら揚げるようにしてください。で、この揚げてる時なんですけれども、たまにね、油が跳ねてくる時があるので、やけどだけには十分に気をつけて揚げるようにしてください。揚げ終わりの目安としてはですね、表面がですね、だんだんもぞもぞもぞっとした感じになってきます。全体がこのもぞもぞもぞっとした感じになれば OK です。この時ね、中まできちんと柔らかくなってるか心配な時は、やけどしないように竹串などで刺して一度チェックしていただくといいかなと思います。あとはですね、お出汁をかけてトッピングするだけなので、すごく簡単に作ることができます。今回は和風味と、あとは中華味、こちらの2種類作りました。例えば和風味はめんつゆで簡単に作っていただいても大丈夫ですし、中華風じゃなくてね、洋風にしても美味しく召し上がっていただけると思います。これからね、たくさんお餅を食べると思いますが、ぜひこちらの揚げ出し餅も楽しんでみてください。そして最後になるんですけれども、お餅を食べるときはよく噛んで喉に詰まらせないように、ゆっくりね、味わって召し上がっていただけたらと思います。はい、ということで今日は揚げ出し餅を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。